Designer Hub。前回はデザインという言葉の意味についていろいろ話していきました。辞書を引いたり歴史からっていうので話しましたが、今回は歴史の話です。そうですね、はい、デザイン史の始まり。はい。今回、僕一冊読んで、あれつもまさん読んでないよね。デザイン史はチラ見したぐチらい。ラ見か。そうでも大体本当はもっとたくさん読まなきゃと思ったんですけど、マジで知らない固有名詞たくさん出てくるから、なかなかやっぱ覚えれないというか、知らないことばっかだなと思って、だから今回はあんまりその詳しいなんか誰がどうでとかっていう話はそんなせず、大まかな流れを見ていければいいかなと思ってます。でやっぱ多くの本がなんていうのかな、そうなってるんですけど、やっぱ産業革命以降の話をデザインし、だから蒸気機関という新しいエネルギーが出てきて、動力ですねが出てきて、それと大型の機械を使うことで均一に精密なものを大量に作れるようになったっていう近代のそのデザイン史みたいなものが始まるのかなって、思ってるんですけど、なんか前回話してた、デザインっていう言葉っていうのは、かなりその人間の根源的な欲求だったりっていうところに根付いている言葉であるので、産業革命以前どころかもう前史もう歴史に残る前から多分人っていうのはデザイン的な活動っていうのを行ってきたんだろうなっていうふうに僕は思ってます。これがなんかニアリーイコール発明とかそうだろうなって思ってるんですよ。車輪とかさ、なんでももう羅針盤とかさ、そういったものも物運ぶの大変だから、こうしようって言って、木をこうやって組み合わせてさ、ちゃんと転がるように削って、そこに串というか一つの軸を通して、そしたら車が出来上がるっていう。で車輪の発明なんてすごかったわけですよね。それってまさになんかデザイン的な行為だなって僕は思ってるんですよ。石器とかもそうだしね。でそうやっぱり稲作とかに関してもなんか昔やったじゃないですか。高床式倉庫とか千箱機とか覚えてます？ネズミが入らないようにするとかね。そう羽ね、あれとかってめっちゃだからデザインですよね。いいデザインですよね。ネズミに食われて困るという問題を解決するみたいな意味で、みんなデザインは問題解決だっていう話をしますけど、まさに問題解決だったっていう、千箱機もそうですよね。こう、あれ昔どうやってたんだろう。稲穂をこうねガリガリやるのを効率よくこう、串みたいなところに通してガガガガガってやるみたいな、そう脱穀の機械とかも全部そうですよね、っていうなんか世の中を便利にするとか課題を解決するみたいな意味でのこう発明とか、デザイン的な行為っていうのが行われてたよねっていうところはありつつ、なんかさっきちょっとね貴族のそういう話出てきたけど、宗教画とか、なんか壁紙の模様とか布のなんか、模様とか、家紋とか紋章とかね、なんかそういったどっちかっていうと今だとこう美術館に並ぶような、アートの領域とされるようなところっていうのもまた同じようにデザイン的な活動に僕は含まれてるだろうなとは思ってるんですよ。なんでちょっとこの辺の分類もすごい難しいなと思うんですけど、なんかその機能を求めるみたいなとこのデザイン的な活動っていうのと、その美しさを求めるみたいな、権威とか美しさを求めるみたいなとこで、結構分けて考えやすいなと思ったんですよね。産業革命以前のデザインって、詳しい人とか学者さんとかはそれぞれ多分いろんなお考えがあると思うんですけど、素人目線で見た時になんかそういう分類の仕方ができるかなって思ったんですよね。どう思います？なんか椅子を作ろうみたいなさ話とかさ、こう便利にしようとかそういう話、と別でさ、そういう機能とかは一旦置いといて、このきらびやさが伝わるみたいな、相対的にこの王族はこういう色を使ってるから僕らは相対的にこの色を使ってとか、この宝石を使ってとか、こういうところで権威を示そうとか、なんかそういうアプローチも同じようにあっただろうなって思ってるんですよね。そうね。いやそこはあると思うけど、この美しさ求めるがデザイナー側から来てるかクライアントから来てるかによって変わるのかなとは思ってたけど、もしかしたらね、これ足一本外してめちゃめちゃ奇抜な椅子作りたいって言われた時に職人はいやそれ椅子じゃないじゃんとか、椅子として成立させるの難しくないって思うけど、貴族が言うから作んないといけないっていう時に、
機能と美しさのさバランスをどう取るかっていうね、クライアントワークですよね。とかはなんか難しそうだなって今聞いてて思って、ミニマムでシンプルなものがいいっていう時代じゃないじゃない。そうですね。そこはだからね、どういう風なアプローチするんだろうなこの時代の俺と思って話聞いてたけど、ね、全然想像もできないもんね。そうですよ。でなんやかんやあって産業革命が起きるわけですよね。18世紀ですよね。1700何十年みたいな、50何年、その明確に何年からとかっていうのがあるわけではなくて、徐々に始まったムーブメントだと思うんですけど、産業革命というのがイギリスで起きました。何が起きたんでしょうっていうところで、産業革命についてはね、ハイカードハブの時にも触れましたけど、一旦簡単に説明一応しておくと、18世紀の半ばにイギリスで起きたものが、産業革命というものが起きましたと。でさっきも言ったんですけど、蒸気機関、この時は最初はあれかな、石炭木炭とかが先か、ちょっとごめんなさい僕もあれだけど、とりあえず火を起こして水を沸かして、科学でやりましたよね。水って気体になる時にすごい膨張する、そうでその膨張する圧力の差とか、勢いを使ってタービンを回して動力に変換すると、それが機械を伝って、何かしらのその生産活動を行うみたいな、まさに産業におけるもう大躍進も革命が起きたっていうのがこの時代、で何ができるようになったかっていうと、さっきも言いましたけど、均一にある程度精巧なものっていうのを大量に作ることができるようになりました。でそれが職人とかの属人性とかに依存せずに、その機械があるのであれば、誰でも同じクオリティのものを安定して作ることが可能になりましたっていうのが産業革命の概要ですよね。この辺はゾウマさんもね一緒に勉強したもんね。大人になって勉強した、ポッドキャスト始める前産業革命何か知らなかった？いや知ってて、マイクラやってたからね。そっかマイクラにも一応出てくるから。確かに産業革命だねあれは。っていうとこは最初なんですけど、なんとなく時代背景でも大事かなとは思ってて、日本は江戸時代ですよね。まだ幕末とか言われる前のところなんですけど、すごい大事な前提として、この時の世界って今よりもめちゃくちゃ貧しかったっていうのがあるなって思ってるんですよ。なんかこれって歴史にある程度興味がない人からすると多分あんまそんなイメージもないと思ってて、みんな普通に家があってさ、布団があってさ寝れるみたいな世界観じゃないじゃないですか、この時って。そうですね。そうなんかもっと王様がいて、絶対王政とか歴史で習ったと思うんですけど、そこに支配されている農民の人たちがいて、税金払わされてみたいな、すごい大変でみたいな、もう餓死する人も今よりもずっと多いし、まともに寝る場所も、冬を越すためのあったかい毛布とかもそんな簡単に手に入るような世界観ではないっていうところはすごい大事な前提かなと思って一応、触れておきます。やっぱこの産業革命の影響ですけども重ねてになるんですが、やっぱその全部手作りだったんですよね基本的に、それ以前っていうのは、人間の手だけじゃなくて動力と機械を使って物を作る時代に入ってきたっていうところですね。やっぱりこっからどんどん規格にはめていったり確一化していくっていうそういったものづくりの時代に入るわけです。だからその同じ椅子とか、同じネジとか同じ車輪とかっていうのを今までは作ることができなかったんだけど、それこそコンポーネントを作るかのように、全く同じものっていうのを作れる時代に、この時からなりましたと。でこれってなんかどういう変化だったんだろうなみたいなのをやっぱちょっと想像したいじゃないですか。なんかさっき言ってたような、その機能を求めてデザイン的な活動してたよねみたいな、あると思うんですけど、例えばなんか椅子職人を想像した時に、やっぱ普通に考えて椅子を手で掘ってさ組み上げてさ、一つのちゃんと人間の体重に耐えうるものを作るわけじゃないですか。って時にやっぱ実際に手を動かす時間っていうのがめちゃくちゃ長かったんだろうなっていうのを思ってて、って時になんか見た目考えるのって二の次じゃないですか。木材の色にそもそも依存するしとか、その時持っている塗装のなんかにも依存するしとか、木のサイズとかにもよってじゃあこれは子供用にしようとかいろいろ決めるかもしんないし、って時に、そのやっぱ産業革命によってその見た目を考える仕事みたいなのが、
専門の職業として出てきたんだろうなっていうふうに思うんですよね。うんうんうん、なぜならその組み上げたりとか木を均一に掘るとか磨くとかっていうところを機械がやってくれるようになるわけじゃないですか。はい、これとかやっぱ編み物とかね、特に最初の方は綿織物とかで産業革命ってすごい進んだけど、それを想像すると分かりやすいようになんかやっぱ手編みでさずっと着るものを編んでたところから、一気にガシャン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 ってやって、コピペするみたいに出てくるってなんかやっぱ全然違うことだと思ってて、そうだよね。単純にその服のじゃあ見た目を考えようと、椅子の見た目を考えようみたいなところに時間は割けるようになってきたと思うんですよね。そうですよ。であと職業的にもそのものづくりを通してやっぱ儲かるわけだから、機械を動かす人と別で分担してね、分業して見た目を考える人っていうものが、そのビジネス的にもやっぱ回るというか、必要な存在になっていったんだろうなっていうふうに思います。だしやっぱその製造業に関わる人の中に自分で手を動かさない人みたいなのも出てくるわけですよね。そうですよ。っていうのもなんかまさにね、今の発注側の人とか、オーナーみたいな人たちの登場だったんだろうなっていうのは思います。でこの辺ちょっとどこまで話すか本当にあれなんですけど、やっぱそこに資本主義的なさ、市場経済とかのゲームルールが入ってきたわけですよね。やっぱそこともすごい相性が良かったっていう、そうだよね、資本主義と、産業革命っていうところがやっぱ重なり合ったから、やっぱ一気に世の中って変わっていったんだと思うんですよね。この辺は本当に古典ラジオとか聞いていただく方が、いいなっていうのをうまく説明がそうだね。そうそうそう。まあよりというか、まあ今に近い体系にはなってきてるよね。昔ってもう一人がコツコツなんかやって作りましたで、その人がお金をもらいますから、まあチームプレーをするようになったし、お金を払って作ってっていう人もいれば、まあ、逆にこう自分でね、それが素材が欲しいとか、この作られたものも欲しいとかでそれをこう買うっていうのもできて、アダム・スミスの国富論は僕すごいファンで読んでたからあれだけど、その分業したからやっぱりこの経済が回って人がまあこうお金稼ぎができるようになったっていうところはなんか今の時代になる一歩目だったなっていう感じますよ。いや本当そうだよね。やっぱそこにはなんかフランス革命を通して人権という概念が生まれて、財産権みたいなものが個人単位で認められるようになってみたいな、なんかそういったこう社会制度がこの時にすごい勢いで変わっていったわけですよね。っていう変化も間違いなく、このデザイナーという職業の誕生に、もうゴリゴリにつながってるなって思ってて、やっぱなんかその一つ面白い視点として、デザインという行為、デザイン的な活動っていうのは、産業革命以前にも行われただろうって話をしたじゃないですか。なんですけどやっぱそれってすごい限定的だったんだろうなっていうふうに思うんですよね。そうですよ。そうっていうのはやっぱそのデザインをするみたいなことのインセンティブが、やっぱ社会構造的に働いてなかったと思うんですよ。そうだね。でなんか農業とか想像すると分かりやすいんですけど、やっぱその少しでも効率的に農業を行うみたいなことに対してのインセンティブがないわけですよね。そうですよ。なぜならなんか今みたいな税制度じゃないので、作れば作るだけその余剰分が儲かるんじゃなくて、別に作れば作るだけ王様に取られちゃうみたいな、地主さんに納めなきゃいけないみたいな時に、わざわざたくさん作れるように工夫しようって思わないじゃないですか。そうですよね。疲れるしお腹も減るのにさ頭使ってさじゃあなんか桑の先を、じゃあ木だともう無理だから鉄にしようみたいなとこまでは行くんだけど、じゃあなんか鉄にした時にこのグリップの部分をさみたいなラバーでこうやって包んで滑りにくくしてさみたいな、とこまで多分やるほんとインセンティブがない、やる意味がない、やる技術もないし知識もないし、やったとしても結局大納めに取られるし、その余剰生産分を自分たちが蓄えることができないわけですよね。っていうところから、まあ、この辺はどんどん民衆が力を持っていったっていう流れもあると思うし、フランス革命を通して、そういう個人が財産を持ってみたいな、それを使って、資本主義市場経済のゲームに参加するみたいなことがやっぱできるようになった瞬間に、一気にそのデザインという行為の対象物が広がったと思うんですよね。そうだよね。そうようやくここで民衆に、まあもちろんね、当時は全然男女も平等じゃないし、全然今みたいな時代じゃないんですけど、それでも確実に民衆に対してデザインするという行為みたいなのが、ようやくここで意味が生まれてきた時代だと思うんですよ。だし今までデザインという行為が限定的だったから、すごい余地があったわけですよね。デザインすべき対象物が多分今よりもたくさんあっただろうし、
インセンティブも生まれるし、うん、それがなんか発明とかにつながって、特許とかがねこの辺の時代からようやく認められるとか、っていう風にやっぱ変わっていって、これってなんかすごいアメリカ大陸の発見みたいな話だと思ってて、よくフロンティアって言葉でね、新大陸をこう開拓していこうみたいなところでよくアメリカの開拓者とフロンティアって言われますけど、まさになんかフロンティアだったんだろうなって思うんですよ。そうですよ。そうでもこれがさっきも言ったような資本主義とか、産業革命のね発展に乗っかることで一気にこの西側ヨーロッパの国々が強くなっていって、で列強としてこうねっていう時代の流れだと思うんですよね。どうですか？いやもう授業受けてる感じいや結構やっぱなんでこの時代にデザイナーという職業が生まれたのかってやっぱ考えると、やっぱすごい必然的な流れだなって思うんですよね。ですよね。そうね。職人たちがどうなってったかはすごい気になるなっていうのと、これはもう現代でも言えることで、ちょっと前だとフラッシャーっていう人たちがいたな。フラッシュ、でフラッシュがもうなくなりましたってなったらどうなるかっていう流れもあったはずなんですよ。機械が生まれました。手作りした人の仕事がなくなりましたと、今でいうその AI が出てきました。AI によって仕事がなくなりますみたいにも言われたりするじゃない。でも実際にはなくなってないと思うし、フラッシャーの人たちもどっかに行って仕事してるわけよ。ってなったらっていうのがここにもあるはずなんですよね。機械が生まれることによってさっきもレオ君が言ったけどその見た目を考えるところにもっとこう時間を使えるようになったとか、人を育てて、そもそも椅子ってこういうもんだから、これを作るためには A のチームはここをこう削ってください、B の人はこの削ったやつをまとめてください、C の人は組み立ててくださいとか、っていうマネージメントとかの仕事もねここで出てきたんだろうなとは思う。出てくる。結局これがね、日本が得意としていた20世紀的なものづくり、近代的なものづくりっていうのがここから始まっていく、ウォーターフォールバキバキの時代ですね。そうバキバキの時代が到来するっていう、人間をねネジとか歯車のように労働力して扱うという時代に始まっていく、だから同じことを繰り返しててやっぱそのね今松本さん言ったように AI、対 AI に対してのさちょっと反発的なね、思想を持った人、でもそんな激しくないのかどうなんだろう。俺は X 見てる上で激しいと思うけど、それを激しいやばいどうしようって危機感持ってる人はあんまいなくて、いや別に仕事なくなんないしなーっていう感じだと思う。割とね。でももしこれからデザイナーになる人が、例えばねフォトショップで UI を作ってるんですっていう人たちは、おそらくもうなくなると思う。それはね、やっぱ当時もねそういう機械化の流れにさ、アンチするようなさだからラッタイト運動とか、そういうのがやっぱり機械を壊せみたいな運動っていうのは行われているし、やっぱそれはねどの時代もあることだと思いますけどね、新しく出てきた技術に対する反発的な運動、だからやってることが変わんないなという。そうですよ。という感じで次の産業革命後のデザインの話入っていくってわけですね。はい。